どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前出した60センチブセファランドラオンリー水槽のことは覚えていますでしょうか？まだ見ていない方は概要欄に再生リストを貼っておきますので、ぜひ見てやってください。正直自分でもいろいろ失敗したなと思っている水槽なんですが、途中でやめるわけにもいかないですし、ブセファランドラだけで立ち上げるというかねてからの希望を実現させるべくちょっと猛進していきました。そんな水槽なんですが、思うようなレイアウトにできずモチベが上がっていないため、テコ入れをするべく新たな実験を試みていきます。果たしてどんな実験をし、結果はどうだったのか。それでは早速やっていくんですが、前回はブセファランドラオンリー水槽というコンセプトを崩壊させるプレモスを流木に貼り付ける愚行を行いました。いろいろやけくそになっていたのはあるんですが、やはり一気にブセをいろんなところからかき集めてしまったのがいけなかったですね。レイアウトを立ち上げてすぐにブセを引っこ抜いてしまった結果、ただでさえスキルがないのに水槽立ち上げを急いでちっちゃかめっちゃかになってしまった形です。本来なら流木にブセくくりつけたりしてたらかっこよかったんでしょうけどね。後継にブセを配置したため、レイアウト素材とぶつかり合っていまいちブセの印象が薄れてしまいました。そんなブセ水槽なんですが、今回は立て直しを図るべく新たなブセを導入していくので、その前段階の工程に移ります。今回使用するのはこんな感じで水苔ポット内に入っている小型のブセです。こういう小さいブセであれば、これからプレモスの間とか流木に活着させてもいいんじゃないかなという発想。動画には全く出していなかったんですが、なかなかいい感じに育ってるブセが多いので、この機会に放出していきます。名前はよくわかりませんが、葉の小さい群生してるブセってなんかいいですよね。こういうブセで小型水槽を立ち上げてみたいんですけど、今回のブセ水槽で自分の力量をまざまざと思い知ったのでやめておきます。こんな感じで結構いろんな形の小型ブセが家にあります。だいぶ放置気味なんですが、意外と状態は悪くありません。ただこれを使用するにあたっての懸念事項があるんです。それは水上用だから水槽に入れたら溶けるんじゃないか問題。基本的に水草は水上から水中、水中から水上に環境が変わる場合、もともとあった場所に適応していた葉は溶けたり落ちたりするものです。育ちの早い有形草であればそこまで気にしなくていいんですが、ブセのような成長の遅い陰性水草は一度溶けると飛散。そういった事故を防ぐために対策を講じなければなりません。映像でお見せしているように多種多様なブセがあるので、今回はこのブセたちが水中に適応できるのかを見極めていきたいと思います。というわけで合計7ポットに入っている8種類のブセを使って実験を行います。やり方は簡単。このポットの中から1株だけを取り出し、その採取した株を水槽内にドボンします。こうすることで大半のブセを危険にさらす必要がなく、比較的安全に溶けずに水中に適応できるかを見ていく算段です。このやり方で合ってるのかどうかは分かりませんが、何もしないよりマシでしょう。少なくとも採取した株が溶けなければ安全性はぐっと上がると思います。そんな感じで1種類ずつ1株をハサミでカットし取っていきました。ただこうやって1株ずつ取ってしまうと、どうやって水中に沈めるか困っちゃいますよね。そこで使用するのがこちら、ガラスポットの蓋です。ここにソイルを入れ、植栽スペースを確保し、先ほど採取したブセたちを植えていく作戦です。こうすればわざわざ水槽内にソイルのスペースを設ける必要もありませんし、回収も簡単になります。しかし一番の問題はこの蓋が浅すぎたことです。後で後悔するんですが、この蓋が浅すぎて沈めるのに大変苦労しました。ちょっと横にするだけでソイルが溢れたりするんで、こんなの使わなければよかったって思いましたね。取り外し可能なソイルベースを作ったのはいいと思います。
というわけで入れたソイルを霧吹きで湿らせて1株ずつ植栽していきます。この時にタグなんかつけられればどのブセかわかるんですが、さすがにこの大きさだと厳しいので、今回はどのブセをどこに植えたかはこの映像で判断することにします。じゃないともし溶けたやつと溶けてないやつがあった時に困りますからね。結果的にあまりこの映像も当てにはならなかったんですが、一応わかるように株をアップで撮影はしてますが、やるならもうちょっとしっかり判断できる映像が欲しいところ。というわけで植栽したガラス豚ブセたちを沈めた状態がこちら。右下あたりの流木の足元に置いておきました。なんでここに置いてるのかというと、手前の化粧砂ゾーンには乗り切らなかったからです。思った以上にスペースがなかったので、水平をギリ保てるここにしました。特に流木の影になっていい感じの照明の当たり具合になるとか考えてたわけではありません。近くから見るとこんな感じ。やっぱりブセは水中に入れるだけで全然見え方が違いますね。ツヤなどが分かりやすいのは圧倒的に水上なので、入るのは間違いなく水上なんですが、やっぱ沈めたくなります。植栽した時は結構一株一株違いがあるなって思ってたんですけど、こうやって見るとどれも同じように見えますね。そんな感じでミニブセたちが水中に適応できるかを試しつつ、この水槽は維持していくことにします。もしこのブセたちが溶けずに順調に育ってくれるのであれば、他の場所にもブセを散りばめられるかもしれません。やっぱり葉が小さい方が要所要所に使えそうでいいですよね。それにしてもこの水槽、いつまでブセのタグ入れっぱなしにしてるんでしょうか。この映像は注水してから5日後の状態なんですが、一向に撮る気配がありません。これは自分のこの水槽に対するモチベを如実に表しており、ブセの名称がわからなくならないことに重きを置き、レイアウトの完成に不満たらたらな証拠です。立ち上げてまだ間もないので、苔こそ生えてはいませんが、やっぱり納得がいかないとモチベを保つのが難しく感じてしまいますね。クリプトコリネオンリー水槽も盛大に失敗してますけど、個人的にはこの水槽が一番の失敗だと思ってます。あと特筆すべきところは、珍しくサーフェイス隙間がぐるぐる大回転してることくらいでしょうか。ちなみに水中に入れて余計好きになったブセはこちらのブセファランドラレッドです。このブセはトロピカでしか扱ってるところを知らないやつで、比較的安定的に流通しているブセの中でもお気に入りの一つ。管ガンには負けますが、水中に入れてもラメ感があり、葉もウェーブがかっていていい感じです。続いてその翌日に水替えを行いました。基本的に立ち上げ初期はアンモニアも怖いので1日1回水替えを行っています。特にこのキューバで立ち上げたブセ水槽では溶けが心配なのでしっかりと変えておきます。最初は3分の1程度水を抜くんですが、そこから注水を行いつつ排水もして調整。今台本を書いて無理やりこの水替え方法の良さについてこじつけようと思ったんですが、素直に2分の1抜いてから注水した方がいいですよね。おそらくそこまで水位を下げると注水時の水流で検証しているミニブセたちが飛んでいってしまうことを危惧したんでしょうけど、思い返すと意味がない気がします。というわけでそこから4日経過したミニブセたちの状態がこちら。全く溶ける気配はありません。この短期間で溶けるかどうかは判断に迷うところですが、おおむね好調なのではないでしょうか。ただ心なしか葉の色が薄くなっているような気がしないでもないです。これは水中にドボンしたせいなのか、はたまた光が強すぎるのかはわかりません。ただこの水槽は基本的にブセのみなんで、照明の強さはだいぶ抑えてるんですよね。それでも環境の変化で葉の色が少し変わったりするものなのでしょうか。そんな感じでこのミニブセが溶けるかどうかを動画でお見せしながら解説しようと思ったんですが、残念なことにこまめに撮影をしていなかったようで、細かい時系列の説明ができませんでした。申し訳ありません。ただこのままどうなったかお伝えしないのもあれなので、結論から申し上げると、この水槽にぶち込んだミニブセは全て溶けませんでした。
水替えの過程で飛んでいったりしたものを放置したりしてたんですが、全く溶けないどころか水上にあった葉がどんどん大きくなってビビってます。というか、水上では可愛い小さな葉だったのに、似ても似つかぬ大きさになってきたので、それはそれで計画失敗です。水上だと小さいままで維持できるものでも、水中だと大きくなったりするんでしょうね。とりあえず溶けないことが分かったんで、少なくともこの水槽内ではあのガラスポット内のミニブセは全てレイアウトに使えるわけですが、大元であるこの水槽自体に大きなトラブルが起こってしまいました。次回はこの検証の裏で大変なことになっていたブセオンリー水槽について動画を出しますので、気になる方はチャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらを見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。